報ログ、シャープ3、岡ヤドカリと岡ガニとコンクリートと赤ライト。はい、5月が終わり6月になり、梅雨入り、雨も降ったり降らなかったり。このくらいの時期、産卵のため、岡ヤドカリ、岡ガニが、海へ移動し始める。ので見に行く。ヤシが、道中、この時期ならではの悲しい風物詩が、ロードキル、岡ヤドカリ、紫岡ヤドカリ、特に岡ガニが、車に轢かれていることが多々ある。この個体ハオス。もう足 B に行く途中だったみたい。特に夜はスピードの出しすぎに気をつけて、もし横断しているカニやヤドカリがいたら捕まえて海まで送ってあげたり、道路の海側の方へ移動してあげるくらい、余裕を持って生きていこうと思った。そして今日は赤いライトを使った。と言っても、赤い透明のシートを LED ライトに被せただけ。結果、赤いライトでは岡ヤドカリハビ作りしない。今までは、月明かりプラス裸眼、と心の目で、観察していた、ヤシが、これから赤ライトで岡ヤドカリやカニ類を観察してみる。餌を食べている岡ヤドカリも撮影してみたが、魚の切り身はすぐに持っていかれた。波打ち際を見てみたが、岡ヤドカリ、泣き岡ヤドカリ、紫岡ヤドカリは、6月の上旬、旧暦4月23日、小潮では、放養生している様子はなかった。終わり、おまけ。キロ、岡ガニが、堤防にしがみついていた。海に降りたそう。赤ライトでじーっと見守っていた。が、降りられないみたい。緩やかカーブコンクリ派、ネズミ返しみたいになってる。大きな岡ガニ葉重たくて側面にくっつけないみたい。ヤクプ捕獲して、海が陸との間にコンクリートがない場所へ。生き物たちが、堤防をストレスなく行き来できるような、なんかいいアイディアないかな。そして、逃がした場所の岩の裏が、岡ヤドカリの溜まり場になってた。岡ヤドカリ、紫岡ヤドカリ派、別場所で同じ仲間同士集まるらしい。疑問、青い地球の広い世界。彼らはどうやって仲間を見つけるの？基本夜に活動することを考えると、嗅覚が優れているのか？終わり。おまけけ、赤いライトについて、一葉およそ波長が400ナノメートルの紫色から750ナノメートルの赤色の光を見ることができるらしい。ほいで、岡ヤドカリ派510ナノメートル、人間に見えてる色で言うと、シアン、水色、にピークを持っていて、赤色派あまり見えていないみたい。そして、別の研究で、岡ヤドカリに、赤、青、緑、の円を、パッと見せて反応を見たところ、青色、の刺激では、隠れる反応を強く示したらしい。つまり、人間で言うと赤色が危ない止まれ、ですが、岡ヤドカリでは、青色が危ない止まれ、ということなのか？なんか例え違うけど、青が嫌いなのは確からしい。そして、LED ライトについて、LED ライトの中でも、普段使っている白色 LED ライトでは、製造で、青色 LED が、使われているみたい。つまり波観察において青色波長の光が強い普通の白色 LED ライト派。岡ヤドカリに嫌われる、赤ライト派岡ヤドカリにバレずに観察できる。多分、終わり。